はいどうも、ビバです。今回の動画はこちらの水槽、幅が60センチの高さが25センチ、奥行きは20センチの60センチスリム水槽です。見ての通り水草水槽で有形草ばかり10種類ぐらい植えています。当チャンネルチェックしてくださっている方なら何度か登場しているので、この水槽の経緯についてはご存知かもしれないんですけど、実はこの水槽はグラスカスタム600という水槽の中に引っ掛けるタイプのフィルターを使った水槽でした。いろいろ理由があって現在はグラスカスタム600はやめてしまいました。その理由については前回の動画で紹介しているんですが、現在はこの水槽に元からセットだった外掛けフィルターを使っています。一応外掛けフィルターに変更してから2ヶ月弱経っています。ちょっと水槽の中の様子を見てみましょう。水草の状態なんですが、結構苔が生えてきました。水槽内に設置しているヒーターのカバーにも緑色の苔が発生していて、ガラス面とかにも苔がついています。苔の発生原因は外掛けフィルターのろ過能力不足かなと思ってはいるんですけど、1ヶ月ぐらい前から液肥も添加しているので、それも原因の一つかもしれません。実は今回外掛けフィルターのろ過能力云々に問わず、外掛けフィルターをやめようかと思っています。なぜやめようかと思ったかというと、これですね。外掛けフィルターの塗水口につく苔、これがひどいんですよ。この苔どんどん分厚くなって、ちょうど真ん中のところだけ茶色い苔がないと思うんですけど、苔が分厚くなると剥がれ落ちて水槽内に入ってしまいます。エビとかオトシンネグロはそれ結構好きで食べてるみたいなんですけど、さすがに水槽内にこの茶色いのが入ると見栄えも悪いし、なんか汚く感じてしまいます。今回はこの外掛けフィルターの構造的な欠点というか弱点、それを確認しながらこの水槽のフィルターを外掛けフィルターじゃなくて外部フィルターに変更しようと思います。ではなぜ外掛けフィルターはこんな苔がついてしまうのかチェックしてみましょう。今回外掛けフィルターをやめる理由、塗水口の苔の発生なんですけど、なぜここに苔が大量につくのか。結論から言うと、塗水口に LED ライトの光がガンガン当たるからです。ちょうど今隠れちゃったんですけど、こんな感じで水槽の背面に引っ掛ける外掛けフィルター、構造上この塗水口は水槽の中に入る形になります。そして LED ライトは水槽の上に乗せて光が上から照らされるので、この水槽の中に入る塗水口のスロープ部分、ほぼ確実に強い光にさらされます。もう一歩踏み込むと、この水槽から上に出てる部分、この部分とか水中モーターからフィルターに水が流れるパイプ、この中も苔まみれになります。これは見てもらった方が早いですかね。この部分、水槽から上に出ていて、常に LED ライトの光でさらされています。フィルターを持ち上げると、こんな感じで真っ白いフィルターが見えると思うんですが、まるで日焼けした小学生かのように光が当たる部分はこけているのがわかります。今回使っている外掛けフィルターは蓋が光を通さないタイプなので、フィルターの中はそんなに苔がついていません。こういったタイプの蓋が透明な外掛けフィルターだと、蓋からも光が入るのでフィルターの中は結構苔まみれになると思います。このスロープ部分も蓋が覆っているんですけど、ここも透明なので当然苔がついてしまいます。所有している外掛けフィルターの中では、このテトラの新しいタイプの外掛けフィルター、これは蓋が真っ黒でスロープの途中まで蓋が覆いかぶさるようになっているので、スロープの苔はだいぶつきづらいかなと思います。今回外掛けフィルターを使っていたのは、水槽セットに含まれる外掛けフィルターで水槽を管理するっていう目的でやっていたんですが、常に光にさらされる外掛けフィルターの弱点っていうのが新たに分かりました。メーカーによってはちゃんと光を遮るような構造になっているものあるかもしれないんですけど、今映ってる JEX のスリムフィルターについてはご覧の通り光にさらされるので苔が発生しやすいかと思います。塗水口に苔が発生すると水が流れにくくなってオーバーフローする可能性も考えられます。そうなる前に苔を落としてきれいに保つのが水槽管理だろうと思うんですけど、思いのほか苔の発生が早いので、ズボラな僕にはちょっと外掛けフィルター向かなかったですね。もちろんこれライトの光が外掛けフィルターに当たんなくすればいいだけなので、現在使っているこのリフトアップパーツ、これを外しちゃって水槽に直接乗せる。そうすると外掛けフィルターに光は当たりづらくなるので、これで解決することもできます。なぜそうしないのかというと、この水槽が水草水槽だから。
ライトが近すぎると苔が出やすくなるし、これを弱いライトにすると水草が育ちづらくなります。ベアタンクとかでやってる方だったら外掛けフィルター自体に苔が生えるっていうのはなくなると思います。眩しい。今ジェックスのクリア LED ってのを使ってるんですけど、これかなり明るいんですよ。さすがにこの強い光が1日8時間ぐらいこの距離で当たってると苔が発生しやすいですね。やっぱりここはおとなしく外部フィルターに変更したいと思います。さあでは早速外部フィルター設置していこうっていうところなんですが、実はある問題が発生しました。この水槽メタルラックの上に設置しているんですけど、なんと外部フィルターを置く場所がない。通常の水槽台であれば水槽の下に十分なスペースがあるので、そこに外部フィルターを置くんですけど、この棚はいろいろアクアリウム用品の収納棚として使っているのでスペースが全然ありません。となるとこの水槽引っ越ししないといけない。いや、収納を一つ減らせば VX75 ぐらいは入りそうなんですけど、メンテナンスする時にホースアダプターを外すとか、こういった作業が大変になりそうですね。まあいずれ水槽を移動するにせよ、片付けて外部フィルターを置く場所を確保するにせよ、事前に外部フィルターは接続してしまって水を回してバクテリア定着させておいた方が良さそうですね。これはまたじっくりやりたいと思うので、今回の動画はここまでにしたいと思います。外掛けフィルター設置から約2ヶ月弱。最初は順調だったんですが、外掛けフィルターの構造上 LED ライトの光に常にさらされるので苔が発生しやすいという弱点。これが分かっただけでも外掛けフィルター使って運用した価値はあったかなと思います。こまめにメンテナンスできる人なら全然問題ない。ズボラな人にとっては苔の掃除結構大変かもしれませんね。外掛けフィルターはモーターの振動から発生する蓋のビビリ音とか結構デメリットとして捉えられるんですけど、近々 DC モーターを使って振動の抑えた静音性抜群の外掛けフィルター、ジェックスさんから出るらしいので、そちらも期待ですね。ただ映像を見る限り本体形状については現状のスリムフィルターと変わらないっぽいので、 LED ライトの光にさらされるっていうのは現状と変わらなそうです。せっかくならモーターからつながるパイプとか本体の材質、遮光性の高い色に変えてくれたらいいんですけどね。まあそんなこと言ってもしゃあないので、この水槽については外部フィルターに変更しようと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もし今後の経過気になる方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。